材料の確認です。折り紙、かすみ草、ドーナツ型のベース、ワイヤー、サテンのリボンとオーガンジーのリボン、ペーパーが大きいものと小さいものが入っています。ご確認ください。ご自分で用意していただくもの、あると便利なものはこちらです。折り紙を必要な枚数にカットして下準備をお願いします。それでは桜のお花を作っていきましょう。桜のお花はこのように薄いピンク色のお花で、先が切り込みが入り、真ん中が桜に見えるような形に研究して作ってみました。一緒に作っていきましょう。桜は5枚のお花のパーツからできています。こちらが1つのパーツになります。これを5つ組み合わせてお花にしてあります。まずこの1つずつを作っていきましょう。薄いピンク色の 7.5 センチの折り紙をご用意ください。こちらが薄いピンク色の方で、裏面が白になっています。白い面をひし形に置いて、半分に三角に折るんですけれども、ここの部分を5ミリずらして折ってください。このような感じになっています。そしたらこちらの角をこちらのずらした先の方の角に合わせて折ります。この角とここが合うように折ってください。こちらも同じようにこちらの角とこの裏側に出ている白いところに合わせて折ります。このような感じになっています。そうしましたらここに指を入れて広げます。広げてパタッと折るんですけれども、この時に折り切らずにひっくり返して、ここの折り線と白い裏側に出ている折り線が一直線につながるところで合わせてしっかりと折ってください。このような感じです。で、この三角を手前側に折りたたんでおきます。また元に戻して、こちらの側も同じように指を入れ広げて、潰しきらずにひっくり返し、こちらの線、ピンクのところに出ている線と白いところにある折り線が一直線になる位置で折ります。ここを後ろ側に折っておきます。今が後ろなんで後ろです。そして表に向けて、今度はここの三角を半分に折ります。ちょうど折り線がついているところです。ここをしっかりと折ります。こちらも三角を半分に折っておきます。そしたら今度またこの三角を半分に折ります。こちらも同じように折りますね。このような感じになっています。そうしたらこれを今最後に折った折り線を広げてこの縁のところにボンドをつけ、ここをこのように丸めます。ここをボンドでつけます。縁だけにボンドをつけてください。ここですね。ここの縁にボンドをつけて、ここをペタッとくっつけます。
と押さえて、ここの先ほどの真ん中がひし形にこのようにくっつくと思います。このような感じです。これを5つご用意ください。それではお花をくっつけていきたいと思います。5つできたパーツの側面ですね、ここの部分にボンドをつけてくっつけていきます。ここの三角のこの面にボンドをこのようにつけ、隣のお花をくっつけます。隣同士が合うようにこのようにくっつけてください。次のところも次のお花のところにボンドをつけ、隣に合わせます。このような感じです。真ん中の隙間がなんとなく均等になるように合わせていきます。そして次のお花も同じように隣にくっつけて、高さが同じになるように合わせています。最後はこの両方の面にボンドをつけて、ここにはめ込んでください。ボンドが乾かないうちに全部つけて、このように形のバランスを取ると作りやすいと思います。ではお花の花芯とワイヤーをつけていきたいと思います。かすみ草を6つ分取れるようにこのような枝に分けておいてください。枝がついていた方がいいと思います。細いワイヤーが6本入っていますので、そのワイヤーを使って枝の一番下の枝分かれのところですねにこのように引っ掛けます。そしてその茎とワイヤーを持って片方のワイヤーでそこをくるくるっと巻いてこのように留めてください。ちょっと難しい方はキュッと押さえるだけでも止まると思います。そしたらお花の真ん中にこれを通し、かすみ草の茎が引っかからないように気をつけながら下に引っ張ります。ちょうどかすみ草がちょっと広がっていても花芯のところの真ん中で縮まってこのように可愛くなります。そしたらこれをワイヤーと紙がずれないようにセロテープでこの下の部分を固定しておいてください。ここがワイヤーと紙がついている状態にくっつけておいてください。この部分は出来上がった時には見えませんので、あんまり神経質にならなくてもくっついていれば大丈夫です。これでワイヤーとかすみ草が離れなくなりました。このお花を6つご用意ください。それではお花を組んでいきましょう。6つの桜のお花があります。真ん中から組んでいきます。真ん中のお花を持ちます。ワイヤーの1センチぐらいのところを持ってください。次のお花をこちらのお花の隣に置いて1センチぐらいのところを折り曲げます。真ん中にしようと思ったお花の周りにどんどんお花を入れていってください。1センチぐらいのところで少し曲げながら、このように曲げながら真ん中の茎の真ん中にくっつけています。1センチぐらいのところで少し角度をつけて同じところで持っています。こんな感じです。
均等にお花が入るように入れてみてください。お花を真ん中のお花の周りに5つのお花を入れれたら、セロテープで根元を留めておいてください。ここです。この根元のところをセロテープで留めておきましょう。かわいいお花のブーケのお花の部分ができました。それではリボンのベースを作っていきましょう。リボンのベースはどのブーケにも共通のものになります。用意するものは幅の狭い方の紙、ワイヤー3本、ベースのドーナツ型のベース、あとリボンが2種類です。で、使う道具はクリップ、ホチキス、木工用ボンド、セロテープ、ハサミになります。それでは作っていきましょう。まずこちらの幅の狭い方の紙をご用意ください。これはすごく長くなっておりますが、半分に折りたたんで高さを揃えてこのようにこの高さを合わせて3分の1または半分に切りたいと思います。2.5 センチぐらいのところで2センチから 2.5 センチのところで切りたいので、このぐらいかなと思います。まとめて切ると簡単に切れます。3本または2本に分けてください。このように細長い紙になります。ではこれを使って土台に巻いていきましょう。まず土台の1枚のところの裏側にセロテープで貼っていきます。この紙の1枚をここに貼ってテープで元を留めておきましょう。このような感じです。これを通しながら少し斜めに引きながら巻いていきます。こちらが今裏面になっています。斜めにこのベースが隠れるように巻いていってください。になっています。で、最後のところはここを裏側で収まるようにカットしていただいて、ここはセロテープで留めておいてください。このような感じになります。もう一つのベースですが、こちらにはワイヤーをつけていきたいと思いますので、ワイヤーをご用意ください。ワイヤーをこのベースの表からこのように刺して横に倒します。前はここまで、後ろは全部通っている状態になります。で、裏面をテープで固定してください。これを3箇所くっつけていきますので、こちらもまた3等分になる位置にこのように留めて真ん中を通してこのように置きます。ワイヤーがここまで、後ろ側は下まで出ています。で、この部分をテープで固定しておいてください。で、もう1箇所もこちらですね。この上から3等分になる位置に上から通して横に倒すという感じに倒していただいて、裏側をテープで固定します。そしたらこの固定した部分を上に真ん中で上に折り曲げておいてください。このような感じに90度に折り曲げてあります。で、ここの根元をセロテープで固定しておいてください。このような感じになります。ここにも同じように紙を巻いていきたいと思います。
先ほどのこの紙を巻いていきます。後ろ側にセロテープで固定し、今度はちょっと隙間が小さくなっていますので、ワイヤーを避けながらどんどん巻いていってください。ワイヤーの部分はワイヤーが隠れるようにカバーして、次の枠のところから出すというように巻いていきます。このように途中で紙が終わってしまったら、この中で収まるくらいの長さでカットして、テープで留めてください。そして新しい紙をまたここに貼り付けてスタートしていただけば大丈夫です。最後のところはここでカットしてテープで固定してください。このような感じに巻けました。そしたら今度はリボンをここにつけていきたいと思います。リボンは2種類のリボンがあります。オーガンジーのリボンとサテンのリボンになります。まずリボンを半分にカットして、このぐらいの長さに準備してください。で、半分に折りたたみ、リボンが少し大きいリボン、小さいリボンになるように2つの輪っかを作っています。ここから始まってこういう感じに輪っかになっています。これを先ほどのこちらのワイヤーのついている方のベースにくっつけていきます。ホチキスで固定しましょう。このような感じです。もう一つも少し大きさに差が出るようにこのように輪っかを作って、今度はこちらの反対側の方にくっつけたいと思います。このような感じです。横から見るとこんな感じです。それではサテンのリボンをやっていきます。サテンのリボンも半分に切っていただいて、で表が中になるように折りたたみます。そして片方のタレをこのように持って少しずらす。こんな感じですね。こんな感じになります。これをこちら側に固定します。リボンがこんな感じにここが輪っかになっています。次はこちら側に今度も中が表になるように折りたたみ、このようにして今度はこちらにずらしてここにくっつけたいと思います。こちらにずらしてここと対称になるようにここに固定してください。こんな感じの飾りになっています。そうしましたらここに後ろにこの土台のホチキスをカバーするためにこれを貼っていきたいと思います。これは今裏側です。木工用ボンドを使ってこの上にボンドをつけていただいて、これの裏側をこちらに表側を上にしたいと思います。ここにペタッとこれでホチキスの芯が手に当たることなく安全に持っていただけます。そしてクリップでここを固定して乾かしておいてください。あとここの
ワイヤーを 7.5 センチでカットしてください。ここを 7.5 センチでカットしてセロテープでここをセロテープで留めておいてください。土台の完成です。それでは蛇腹のプリーツベースを作っていきたいと思います。幅広の方のペーパーをご用意ください。こちらのペーパーはとても長いです。これを半分に折り曲げてください。蛇腹折りをしていきたいと思います。山を折って進んで折る、進んでこのような感じになりました。そうしましたらここを最後のところが山と山で終わるようにで、少し半端が出てしまった場合はここをカットしてください。山で始まり山で終わるようにカットしてください。そしたらここに穴を開けていきたいと思います。ここの輪になっていないパラバラの方ですね。こちらの方から 1.5 センチのところに目打ちで穴を開けていきます。で、穴が貫通しましたらこのまま外してワイヤーをここに通していきます。半分になったワイヤーです。で、これで輪っかを作ってねじります。で、この丸がまん丸になるようにしていただいて、まん丸の形に整えたら広げてみてください。このような感じになります。ここの中が少し空きが広いのでちょっと縮めたいと思います。その場合はもう一度寄せてこの丸を少し小さくねじり直してください。そしてまたまん丸に直してから広げてみます。今度は小さな穴になりましたのでこれで完成にしたいと思います。そしたらワイヤーをちょっと短くカットしていただいてここの裏側をホチキスで留めたいと思います。このような感じです。こちらは裏なのでこちら向きにしていただくとこんな感じになります。それではそれぞれのパーツを組み合わせていきましょう。桜のお花のブーケの部分にプリーツベースの真ん中に突き刺します。そしてリボンベースは木工用ボンドで留めていたのでクリップを外していただき、この真ん中のところにまたこのワイヤーを通していきます。このような感じです。お花の前がどちらがいいかを確認して刺してみてください。そしたらこの根元のところを
ベースの長さに合わせてカットします。ハサミかワイヤーの切れるハサミかペンチでカットしてください。長さを合わせてカットします。これはベースのところから 7.5 センチになっているはずです。カットしたらこちらの根元をセロテープでカバーしておきましょう。セロテープでワイヤーが刺さらないように留めてあります。そしたらこちらのベースのところに巻いた細い紙がまだ余っていると思いますので、その紙をこちらに巻いていきます。その時にここに両面テープを貼っていきたいと思います。両面テープをこちらにしっかりと貼り付けていただいて剥がします。この下の部分からこちらの紙を巻き込みながら巻いていってください。下から巻き上げる感じです。指に包帯を巻くような感じに先をカバーして少しずつ斜め上に上げていっています。ワイヤーの持ち手の上のところまで来たら10センチぐらいのところで一旦カットしていただき、ここを輪っかにして下から上に縛るように引き抜きます。こんな感じになります。この紙が少し長そうなのでもう一回切ってこの中に収めておいてください。持ち手ができました。そしたらこちらのリボンの先をカットしていきたいと思います。リボンの先をふんわりと曲げて離れている方から斜め上にカットするとこのように三角になります。こちらも同じようにふんわりと曲げて斜めにカットするとこんな感じに可愛くなります。可愛いブーケが完成しました。